6月の半ば、一人の少女が新宿駅の東口である男が来るのを待っていた。時刻は夜10時。梅雨時のネオンでギラギラ光る新宿には、この少女の他に飲み会帰りの大学生やサラリーマン、そして近年増え続けている外国人観光客であふれかえっていた。ただ彼女にはそのギラギラ光る新宿のネオンや楽しげに歩いている人々の姿が少しぼやけて見えていた。たった一人でベンチに座っていた彼女の隣で、一羽の白い鳩がまるで彼女の心の中にある母への罪悪感を見透かすように、じーっとその真っ赤な目で彼女を見つめていた。彼女の目から涙が一粒落ちていった。ここは東京の新宿歌舞伎町の入り口。新宿歌舞伎町といえば眠らない夜の街として有名だ。なぜかというと、ここには飲食店やキャバクラやホストクラブなどの夜のお店が立ち並び、多くの人でいつも賑わっているからだ。それにこの2、3年、外国人観光客も多く訪れるようになり、人種や性別を問わずさまざまなバックグラウンドを持った人々が集まるようになった。そしてそこに足を踏み入れる若者は後を絶たない。ネオンでギラギラ光る新宿の歌舞伎町にはさまざまな人の思惑が渦巻いている。友人や仲間と楽しいひとときを過ごそうと思う者もいれば、その裏で自分の欲望を満たすために誰かを騙そうと思う者までいる。その異様な活気にあふれつつ、どこか危険な香りのするこの街には、なぜか若者を引きつける不思議な力があるようである。そして新宿歌舞伎町には T 横と呼ばれる場所が存在する。ここには数年前から若者がよく集まる場所になっていた。今日も夜になり、10代の少年少女が多く集まってきた。彼らが集まってくる理由は様々だが、大抵の場合、家や学校に居場所がなくなり、家出をしてきて行く場所に困り、最終的にこの場所に行き着くのである。しかしこんな場所に少年少女が集まってくれば、当然いろいろな問題が起きる。喧嘩、性犯罪、援助交際、ドラッグなど、お金がない彼らをそういった闇の世界に引き込もうとする者も後を絶たない。おまけにそういった若者に説教する酔っ払いのサラリーマンもいる始末である。お前ら、こんなところで遊んでないで家に帰れ。じゃないと立派な社会人になれねえぞ。うるせえな。家に居場所がねえからここにいるんだろうが。明らかにサラリーマンの説教は無意味である。しかしながら自分の居場所がないという意味では、10代の少年少女もサラリーマンもどこか似ているのかもしれない。今 T 横は彼ら10代の若者にとっての新たな居場所になっているのである。そんな歌舞伎町をそうとも知らずに外国人観光客が楽しそうに歩いている。特にコロナが明けた2023年は日本に来ることを待ち望んでいた観光客であふれかえっていた。楽しそうな外国人と日本の闇が見せるコントラストが少し不気味にさえ思え、何とも言えない気持ちになる。美智子は37歳、シングルマザー、絵に描いたような美人である。街を歩けば誰もが振り返り、息を飲むほどその姿は美しい。若くして結婚したが夫に先立たれ、今は新宿の高級マンションに15歳の娘と2人で暮らしている。10年前に夫が立ち上げた薬品会社の後を継いだところ、コロナ禍の追い風もあってかビジネスは大成功していた。そして彼女はいわゆる教育熱心なママで、娘には大人になったら不自由のない暮らしをしてほしいという思いもあってか、子供の頃から英会話、ピアノ、水泳などさまざまな習い事をさせてきた。その甲斐あってか、
娘はピアノの才能に目覚め、コンクールで優勝するほどの腕前になった。そんな娘を見ていて、我ながら誇りに思っていた。なぜなら、彼女にも子供の頃、ピアノを習っていた経験があったからだ。しかし、自分が思っていたほどピアノの才能はなく、結局ピアニストになる夢を諦めてしまった。娘に自分のような惨めな経験をさせたくない。絶対に成功してほしい。そういった彼女の思いは日に日に強くなっていき、娘の成功が私の成功とまで考えるようになったのである。みゆちゃん、今日のレッスンはどうだった？すごく良かったよ。先生もこの調子でいけば次のコンクールも優勝間違いなしだって言ってくれたわ。そう、それはお母さんも嬉しいわ。みゆちゃんなら大丈夫。お母さん応援してるから。うん、ありがとうお母さん。母と娘のいつものやりとりである。娘は母の期待を受け、来る日も来る日も一生懸命ピアノの練習に励んだ。その甲斐あってか、無事に東京で一番有名な音楽科のある高校へ進むことができそうだった。ピアノのエリートたちが進んできたその道を、彼女も迷うことなく突き進んでいた。抜群のテクニック、安定したリズム感、リストのラ・カンパネラやショパンの英雄ボロネーズなどの世間一般で言われる難曲も弾けるようになった。彼女は間違いなくピアニストになると誰もが信じていた。しかし彼女が奏でるピアノの音には、どこかそれらの曲が持つ感情や風景がうまく伝わってこないことがあった。実は彼女がまだ小学生の頃、一度そのことを指摘したピアノ教師がいた。みゆさん、あなたのピアノはとても素晴らしく、きっとこのまま練習していけばいいピアニストになれると思います。はい先生、ありがとうございます。でもね、あなた本当にピアノ好き？はい、先生もちろんです。お母さんも褒めてくれますし。みゆは15歳、今中学3年生だ。母の美智子によく似て、目鼻立ちがくっきりとした美人である。母と街を歩くと、よく姉妹と見間違えられるほど大人びていた。名前の通り、美しく、そして優しい女の子だ。そして15歳とは思えないほどしっかりしていて、学校でも物静かな彼女は一目置かれる存在で、クラスの男子は密かに注目していた。何回か彼女に告白をした男子がいたが、恋愛は大学生になるまで我慢しなさいと母から厳しく言われていたので、いつも断っていた。しかし本当は、恋愛とはどんなものだろう、恋愛をするとどんな気持ちになるだろうと、いつも心の中にもやもやとした気持ちを抱いていた。みゆは3歳の頃から母の勧めでピアノを習っていた。子供の頃はピアノが好きだと思っていたが、年を取るごとにそれは母の期待に応えたいという気持ちだったことに気づき始めていた。そういった不安を一生抱えて生きていかなければならないのかと戸惑いながらも、お母さんが喜んでくれるならそれでいいと自分を正当化し、ピアノの練習に没頭する毎日を過ごしていた。みゆちゃん、今度のコンクールで T 高校へ行けるかどうか決まるわ。しっかり練習して本番に備えるのよ。うん、わかってるよお母さん。いつも通り練習しておくわ。しかしみゆの心の中には、いつか子供の頃に言われたピアノ教師の言葉が残っていた。でもね、あなた本当にピアノ好き？みゆの将来がかかったピアノコンクールが1週間後に迫っていた。ちょうど梅雨の時期ということもあり、ここ数日はずっと雨模様だった。寝食を忘れ、みゆは毎日毎日練習に打ち込んでいた。
彼女の後ろ姿を見ると少し痩せているように見えた。もともとスタイルの良い彼女ではあったが、その姿には少し暗い影が潜んでいるように思われた。